銀山温泉は山形県の北東部に位置する尾花沢市の銀山川沿いに立ち並ぶ温泉旅館街です。銀山温泉という名前の通り、もともとは室町時代に開かれた銀の採掘場でしたが、次第に衰退していき、銀山の閉山後の江戸時代1741年に湯治場としての歴史を歩み始めました。五街道の一つ、奥州街道より約12キロ奥まった山間部にあり、道中は険しく、当時尾花沢から丸1日かかったと言われています。江戸時代から明治時代にかけて世間から隔絶された秘境の温泉街としてにぎわいましたが、大正2年1913年、銀山川の大洪水によってほとんどの旅館が流されてしまいました。その後は温泉の湧出量が減少するなど苦難の時代が続きましたが、昭和元年1925年のボーリングで高温多量のお湯が湧出したことをきっかけに、各旅館が一斉に洋風の3階から4階層の木造建築に建て替えを行ったことで、現在の統一感のある大正ロマンの街並みが出来上がりました。1983年には大ヒットした NHK の連続テレビ小説「おしん」の舞台になり、全国的な認知度を高め、1999年には山形新幹線の新庄延伸、さらに富士屋の外国人女将ジニーさんが話題を呼ぶなど、順調に観光客を増やしていきました。ところが客足は2005年にピークを迎えた後、2011年には東日本大震災の影響もあり大きく落ち込みました。しばらく横ばいの状態が続いていましたが、外国のメディアやブロガーなどの受け入れを積極的に行ったことが功を奏し、2016年頃から外国人観光客が急増。Wi-Fi や多言語ガイドの整備が進み、観光地としての地盤が固まりました。同じ頃、日本でもインスタグラムをはじめとする SNS で、いわゆる映える景色として話題となり、銀山温泉の観光客数は一気に V 字回復、過去最高を達成しました。2020年以降は皆さんもご存知の通り、再び苦難を迎えていますが、各旅館の徹底した感染対策もあり、素晴らしい観光体験を今も提供し続けています。銀山温泉への行き方は、公共交通機関をご利用の場合、山形新幹線および奥羽本線の大石田駅から出ている路線バスに乗車する方法が一般的です。私の場合は東京から山形新幹線翼号に乗車。なんと東京から大石田までは新幹線1本で行けてしまいます。途中の福島駅で東北新幹線と分岐後は在来線の奥羽本線の線路上を走行します。しばらくすると一面の銀世界が広がり、山形らしい景色の中を進みます。東京を立って2時間56分で大石田に到着。駅のすぐ目の前にあるバス乗り場から花笠バスという路線バスに乗り換えますが、必ずしも新幹線との連絡がスムーズなわけではないので、事前に新幹線とバスのダイヤはお調べしておいた方がいいでしょう。なお、各旅館の送迎バスもあるので、予約の際にご確認しておくことをお勧めします。大石田駅から銀山温泉まではバスで約40分。花笠バスの運賃は720円でした。ちなみに自動車をご利用の場合は、銀山温泉の手前の共同駐車場または大正ロマン館前駐車場から有料バスか徒歩で銀山温泉に向かうそうです。銀山温泉バス停に到着して3分ほど坂を下ると銀山温泉の入り口です。下には銀山川が流れています。銀山川は山形県を流れる大河最上川の支流の一つです。最上川は一つの都道府県のみを流域とする河川としては日本最長で、その支流も県内の至るところで目にするので、山形県にとって非常に重要な川です。銀山温泉の規模はそれほど大きくなく、銀山川沿いを5分も歩けば端から端に行けます。最深部には白銀の滝があり、近くまで行けるのですが、冬季は雪が道を塞いでいるので遠くから眺めることしかできません。また滝へ至る道の途中、左へ分岐があり、ここを進むと銀山時代に使用されていたと思われる疎水溝が残っています。銀山川沿いをさらに先へ歩くと他にも見どころがありますが、冬は温泉街エリアの外へ行くのは難しいようです。再び銀山温泉の入り口へ戻ってきました。残念ながらこの日は蕎麦屋などの飲食店はほとんど営業していなかったので、こちらの
名優庵でカレーパンを買って川沿いに座ってランチにしました。名優庵は創業明治37年の老舗で、名物のカレーパンのほか、宿で食べられるお菓子やお土産も売っています。川沿いの足湯や白金湯という公衆浴場もあるので、日帰りで銀山温泉を楽しむことも可能ですが、今回私は3人で家族旅行に来たので、こちらの昭和館さんに宿泊しました。玄関のタヌキが目印です。午後3時にチェックイン。我々は2階の川が見えるお部屋で、料金は1泊2食付きで1人約2万円でした。客室は広々としてお菓子やお茶、アメニティも充実しています。そして一番の売りは何といっても窓からの眺めで、銀山温泉を高いところから見渡せるのは格別です。この部屋は画像のこちらのお部屋なので、銀山温泉の写真でよく見るこのアングルだとバッチリ写っています。パンフレットには外国人向けの丁寧な案内もあります。我々の客室は2階なので、部屋のすぐ近くに内湯がありました。チェックインして少し休憩したらすぐにお風呂へ。一番風呂でした。こちらの内湯は少し濁っている硫黄の温泉で、東京からの長旅の疲れがたちまち癒えていきました。銀山温泉は景色ばかり注目されがちですけど、もともと湯治場ということもあり、熱々で濃い硫黄の香りに源泉かけ流しで、お風呂もかなり良かったですね。基本的に宿泊者しか入れないのと、今は一度の入浴は3人までと人数制限があるので、この後他の時間帯にもお風呂に入りましたが、静かにゆったりと過ごすことができました。お風呂から上がって午後4時半になると、銀山温泉の代名詞であるガス灯が点灯するので、それを見に外に出ました。初めはあまり目立ちませんが、日が暮れるにつれてコントラストがはっきりしてきます。ちなみに今映っているのが我々が泊まっているお部屋ですが、外から丸見えです。皆様も銀山温泉に宿泊する際は、ついうっかり見せてはいけないものを見せないようにご注意ください。午後6時になると夕食をとるために一度宿へ戻りました。夕食は多すぎず少なすぎず、ちょうど満足して美味しく食べ終われる量でした。山形牛や山形のお米など地元の食材がふんだんに使われていて、名物の鯉も私は初めて食べたんですけど、コリコリしていてタイみたいでめちゃくちゃ美味しかったですね。和田酒造の新玉という日本酒もとても飲みやすかったです。パッケージには銀山温泉が描かれていますが、ここで作られているわけではなく、直接的な関わりはないそうです。食事は別室でしたが、他のお客さんと一緒ではないので落ち着いて過ごすことができました。また宿の大将が料理を運んできてくれるたびにいろいろなお話をしてくださるのも楽しかったです。食後はもう一度温泉に浸かってから景色を見に外に出ました。もうすっかり暗くなっていたので、ガス灯や旅館の明かりがきらめき、幻想的な空間が広がっていました。ちょうど我々が泊まっている昭和館さんの前か、その一つ手前にある橋から撮影している方が多く、実際私もその辺りからの景色が一番美しいと感じました。銀山川もライトアップされており、川を眺めるだけでも楽しいです。1913年の洪水が起こってからの歴史を思うと、この景色はより一層深みが増し、この明かりの一つ一つが銀山温泉発展のために尽力してきた方々の思いのような気がしてきます。銀山川が湾曲しているので、振り返っても旅館の並びが素晴らしいですね。こちらは国の重要文化財に登録されている能登屋旅館です。とにかく銀山温泉はもう前評判通りの素晴らしい景色で、もう私もね、うっとりしてずーっと見ていました。ちなみに昭和館さんやおそらく他の旅館でも長靴や上着の貸し出しを行っています。結構屋根から雪解け水が降ってきたり、水たまりが地面にもあるので、長靴は特にありがたいです。これのおかげで夜に長時間眺めていても安心です。だいたい1時間ぐらい歩いたり写真を撮ったりして宿に戻りました。宿に戻ってもお部屋からこの景色を眺めていられるのは川側のお部屋の特権です。今までで最も素晴らしい景観を前にしての歯磨きでした。宿の方に明かりは何時頃までついてるんですかとお伺いしたら、だいたい夜9時ぐらいまでですよと教えていただいたのですが、実際はかなり夜遅くまで、少なくとも私が眠りについた夜11時ぐらいまではついていました。部屋の中がかなり明るいので、気になる方は一応アイマスクを持っていった方がいいかもしれません。
ちなみに深夜2時くらいに一度目が覚めた時に外を見たのですが、さすがに明かりは消えていたような気がします。眠気ていたのでうろ覚えですけど。翌朝、私は5時50分に起きました。朝の静まり返った銀山温泉も貴重な光景です。早く起きた理由は最上階のお風呂に入るためです。実は昨日入った内湯のほか、天空風呂というお風呂が6階にあり、女性がチェックインから午後9時まで、男性が午後9時半から翌朝の9時45分までの入れ替え制となっています。前日はかなり疲れていたので早く休み、朝入ることにしていました。狙いは大当たりで、他のお客さんが誰も来なかったので、実質貸し切りで非常に上質な時間を過ごせました。源泉が熱いので水を入れたり、この床希望でお湯をかき混ぜて適温に調整します。しばらく使って温まったら、この椅子に座って体を冷まし、またお湯に浸かるという行為を数回繰り返して朝から完全に整いました。窓の外には静寂の銀山温泉に雪が残る山林と透き通った青い空。なんと贅沢な朝でしょう。7時半から朝ごはんです。他のお客さんと同じ食事会場でしたが、朝は皆さん大体おとなしいので静かに朝ごはんを楽しめました。メインはこちらの紅花ご飯。江戸時代より最上川流域を中心に盛んに栽培されてきた山形の県花紅花をお米と一緒に炊き込んだもので、映像だとちょっと分かりづらいですが、紅花の色素で少し黄色くなっているのが特徴です。食後は1階のフロント前にあるマシンでコーヒーを入れてもらい、一息つきます。帰り支度を進めながら最後に窓の外の景色を目に焼き付けていました。そして名残惜しいですが、9時半に少し早めのチェックアウトをしました。心の底から素晴らしいと思える温泉地でいい思い出になりました。またいつか必ず訪れたいです。帰りは路線バスではなく昭和館さんの送迎にお世話になります。本来大石田駅への昭和館さんのマイクロバスは朝10時出発らしいのですが、今回我々は大石田駅を10時29分に発車する在来線に乗りたいと伝えたところ、9時40分にタクシーを手配していただきました。おそらくこのタクシーは銀山温泉の組合か昭和館さんと業務提携をしており、運賃はかかりませんでした。ご親切に対応していただき感謝です。この日も天気が良く、奥羽山脈や出羽三山の一つである月山、そして遥か遠く秋田県との県境にある鳥海山などが見えました。どれがどの山だということはタクシーの運転手さんが詳しく教えてくれました。そして約30分で大石田駅に到着。この後我々は在来線で仙台へ向かう予定だったので切符を購入。この辺りの新幹線を除く普通列車では基本的に Suica などの IC カードは使えませんのでご注意ください。奥羽本線の普通列車で大石田を後にしました。銀山温泉は春夏秋冬どの季節でもその季節ならではの景色が見られるので、行くたびに違う川を発見できるのが楽しいと思います。かなり限定的な区画内にある銀山温泉は一つ一つの旅館もそれほど大規模ではないので、1日の宿泊者数も限られています。銀山温泉へのご旅行をお考えの際はぜひ早めのご計画とご予約を推奨いたします。この動画が少しでも皆様のご参考になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。